はサラダチキンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、サラダチキンを作っていきたいと思います。以前私のチャンネルでもサラダチキンをご紹介してるんですけれども、今回は電子レンジで簡単に作れるレシピをご紹介していきます。さらにですね、サラダチキンにぴったりなタレレシピも2つご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにサラダチキンの材料をご紹介します。材料はこちらです。鶏胸肉、お水、お酒、お砂糖、塩、こちらの材料で作っていきます。まず鶏胸肉なんですが、こちらは1枚約 250g の鶏胸肉になります。だいたい 200g から 250g ぐらいを目安に鶏胸肉を用意してください。そしてあとはですね、シンプルに塩でね、味付けしていきます。プラスここにお砂糖が入ってるんですけれども、砂糖はですね、保水効果があるので加えていきます。さらにしょっぱすぎてしまうのを防ぐことができます。お酒に関しましては、こちらは臭み取りでね、入れていきます。さらにお酒も加えて漬け込んでいくんですが、お酒を加えていただくことでお肉も柔らかい仕上がりになります。ちなみにこちらのお酒は塩分の入っていない清酒になります。それでは続いてタレの材料をご紹介します。今回はね、2種類ご紹介していきます。まずはネギダレの材料をご紹介します。材料はこちらです。長ネギ、お醤油、お砂糖、お酢、ニンニク、生姜、お水、だしの素、ごま油、こちらの材料でネギダレを作ります。ちょっとね、調味料の量は多いんですけれども、どれも手軽にね、揃えられる調味料だけで作っていきます。ポイントはですね、生の生姜とニンニクです。こちらない場合はね、チューブタイプでもいいんですが、こちらの2つの食感と香りが加わることでとてもアクセントになるので、もし生のものがあればぜひそちらを使って作ってみてください。それでは続いてごまだれの材料をご紹介します。材料はこちらです。すりごま、マヨネーズ、お醤油、お砂糖、お酢、お水、ごま油、こちらの材料で作っていきます。このごまだれの方に関しましては、すりごまを使ってね、作っていきたいと思います。ということで早速こちらの材料で作っていきます。では早速作っていきます。まずはじめに鶏胸肉ですね。皮は使わないのでこちらは取ってください。この脂身みたいなのもね、取りましょう。ちょっとやりにくい時は包丁を使ってください。あとはちょっとこの周りについてる脂身ですね、こちらも取り除きます。こちらは気になる時だけで OK です。このようにね、一度お肉をきれいにしてください。そしたらですね、フォークで穴を開けていきます。そうすることで味が浸透しやすくなります。裏表ね、適当に穴を開けてください。はい、OK です。そしたらポリ袋を用意してください。ここにお水と、あとはお酒、そしてお砂糖と塩を加えます。これで一度全体をよく混ぜて、砂糖と塩を一度溶かしてください。そしてしっかり溶けたらここにお肉を入れます。そして全体に一度ね、しっかりなじませてください。はい、そしたら空気を抜いて口を縛ります。そしてこのまま30分漬け込みます。そうすることで鶏胸肉がとてもしっとり柔らかな仕上がりになります。時間がある時はね、1時間ぐらい漬けていただいても OK です。この漬けてる最中なんですが、冷蔵庫に入れてしまうとその分加熱時間が長くなってしまいます。ただキッチンがね、すごく暑い時は冷蔵庫でね、漬け込んでください。クーラーが効いてたり、あとはね、そんなにキッチンが暑くない場合はそのまま室温の状態で置いてください。それではお肉を漬け込んでいる間にタレを作っていきます。まずはネギダレを作ります。こちら長ネギをね、みじん切りにしてください。やりやすい方法でね、やってください。裏側も同じように斜め切りにします。これで切っていきます。長ネギはこのようにみじん切りにしてください。それでは続いて生姜です。まずこちらは皮を剥きます。もちろん皮付きの状態でもね OK です。そしたらこちらも細かくみじん切りにします。
はい、このようにみじん切りにしてください。そしたらこちらね、長ネギと一緒に入れちゃいましょう。では続いてニンニクです。こちらはまず半分に切ってニンニクの芽を取り除いてください。こちらはえぐみの原因になるので必ずね取り除きましょう。こちらをみじん切りにします。ニンニクを控えたい場合はね、生姜だけでも OK です。はい、このようにみじん切りにしてください。そしたらこちらも同じく入れておきます。ではタレを作ります。まずここにお水と、あとはお酢、そしてお砂糖とだしの素を加えます。そして一度軽く混ぜます。軽く混ぜたらこちらを電子レンジ 600W で1分加熱してください。そしてお酢のツンとした酸味を取り除いていきます。はい、1分加熱しました。そしたらよく混ぜてお砂糖とだしの素をきちんと溶かします。そしたらここ熱々のうちに長ネギ、ニンニク、生姜を加えます。そうすることで長ネギの辛みをね取り除くことができます。そしたらよく混ぜます。よく混ざったら最後にお醤油と、あとはごま油を加えます。これでよく混ぜましょう。はい、これで簡単なネギダレの完成です。ぜひこちらもね合わせて作ってみてください。それでは続いてごまだれを作ります。こちらはねもう混ぜるだけなので簡単です。ここにすりごま、続いてマヨネーズ、そしてお醤油。まずこれだけをよく混ぜます。そしたら続いてここにお砂糖と、あとはお酢、そしてお水、あとはごま油を加えます。これでよく混ぜてください。はい、これでごまだれの完成です。結構シャバシャバになるので、もうちょっとドロッとさせたい時はお水を抜いてね作っていただくといいかなと思います。これで2つのタレの完成です。どちらも美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、30分経ちました。じゃじゃーん。今ねこのような状態です。見た目はねほぼほぼ変わってないですね。そしたら耐熱の容器を準備してください。ここにお肉を出します。水分も一緒に入れちゃってください。はい、そして耐熱容器に入れたらラップをします。そして爪楊枝で何箇所か穴を開けて空気の出入り口を作っておきます。そうしましたらこちらを電子レンジ 600W でまず2分間加熱してください。 500W の場合はプラス10秒から20秒ほど加熱していただくといいかなと思います。ではこのまま加熱していきます。はい、2分加熱しました。そしたらやけどしないように一度ラップをね途中まで剥がします。今このぐらい火が通ってる状態です。そしたらこのお肉を裏返します。よいしょ。そしてまたラップをして、そして今度は電子レンジ 600W で1分加熱していきます。はい、1分加熱しました。またやけどしないように少しラップを取ります。そしてお肉が一番厚い部分に爪楊枝を刺してください。これでギューッとちょっとしか出ないと思うんですが、肉汁を出していただいて、肉汁がね透明になってれば OK です。あとはね裏面を一度チェックしてみてください。これでしっかりね火が通ってれば OK です。このようにね水分も一緒に加熱していただくことでダイレクトにねお肉に熱が伝わるのを防ぐことができて、お肉のしっとり感をキープすることができます。そしたらやけどしないようにお肉にピタッとラップを貼り付けます。こんな感じでねお肉全体をラップでピタッと覆ってください。そうしましたらこのままだいたい10分から15分ぐらいですね粗熱をとって冷ましてください。最後はね余熱で火入れしていきます。そうすることで火の入れすぎを防ぐことができて、とてもしっとりとしたサラダチキンに仕上がります。はい、粗熱が取れました。ラップを外します。このようにしっとりとした仕上がりになってます。それでは切っていきます。こちらはお好みの大きさにね切ってください。はい、じゃあ一番お肉が分厚いところを取ってみます。このようにかなりみずみずしいの分かりますかね。こんな感じでとってもしっとりとした仕上がりになってます。あとはきちんとね火も通ってますね。こんな感じで仕上がりました。それでは盛り付けたいと思います。はい、これでサラダチキンの完成です。こんな感じに仕上がりました。
このようにお肉はねとってもしっとりとした仕上がりになってます。お好みでねこのつけだれをつけて召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではまずこのままいただきたいと思います。いただきます。お肉がしっとりしててすごく美味しいです。そしてね塩味もきちんとついてすごく美味しいです。じゃあこのままでも美味しいんですが、せっかくなのでタレも一緒につけていただきたいと思います。まずネギダレでいただきます。ネギダレは中華風になっててすごく美味しいです。ではごまダレもいただきます。いただきます。ごまだれも味がまろやかになってすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のサラダチキンのポイントです。まず鶏胸肉なんですが、今回私は 250g の鶏胸肉を使用してます。こちらはですね、鶏胸肉の大きさは何でもいいんですけれども、大きさによって適正な加熱時間が変わってきますので、こちらは調整していただけたらと思います。そして加熱するときはまずはじめに皮を取り除いて、あとは余分な油が気になるときはそちらも取り除いてください。そしてその後一度フォークで全体に穴を開けます。そうすることで味が浸透しやすくなるのと、あとお肉もね柔らかい仕上がりになります。そしてその後お酒とお水と、あとは塩と砂糖で30分ほど漬け込んでください。砂糖に関しましてはしょっぱくなりすぎてしまうのを防ぐ効果と、あとは砂糖には保水性があるのでお肉の水分が保たれてしっとりとした仕上がりにすることができます。お酒に関しましてもお肉が柔らかくなる効果と、あとはこちらは臭み取りになります。ただお子様が召し上がる場合でちょっとアルコールが気になるなという場合は、こちらはお水で代用していただいて大丈夫です。そして漬け込んでる最中なんですが、キッチンの温度が熱い時は冷蔵庫で漬け込んでください。ただ涼しかったりクーラーがついてる場所の場合は室温でそのまま30分置くようにしてください。そうすることで加熱時間を短くすることができます。そして30分経ったら耐熱容器に汁ごと入れていただいて、そしてラップをして上の方に数箇所ようじで穴を開けて、まず電子レンジ 600W で2分加熱してください。加熱時間に関しましてはお肉の温度、あとは大きさ、あとは使う容器や電子レンジの種類によって適正な加熱時間が変わる場合があります。なのでこちらの加熱時間は目安にしていただいて、お肉の火の通り具合を見ながら加熱時間は調整していただけたらと思います。そして2分経ってもまだお肉の生っぽいところがたくさんある場合はプラス30秒から1分ほど加熱していただくといいかなと思います。だいたい7割ぐらいですね。火が通ってたら裏返して、そしてまたラップをして残り時間1分加熱してください。この2回目の加熱時間に関しましても様子を見ながらね調整していただけたらと思います。チェックポイントとしては出来上がったお肉の一番高さのあるところに爪楊枝などを刺していただいて、ギュッとね押さえつけて、ちょっと少ないんですが肉汁が出てくると思います。その肉汁が透明になってれば大丈夫かなと思います。まだちょっとねこう生っぽいお肉の感触があった時はもう少し加熱してみてください。ただあんまり加熱しすぎるとパサつく原因になるので注意していただけたらと思います。あとはですね、お肉の表面が乾燥しないようにピタッとラップを貼り付けていただいて、そのまま10分から15分最後余熱で仕上げるようにしてください。そうすることでとてもしっとりとした仕上がりになります。ただこの時ねお肉がすごく熱いのでやけどしないようにだけ注意していただけたらと思います。あとはお好みの大きさに切って召し上がってください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はサラダチキンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。